今回は、F22 ラプターを作成します。最新鋭機だな。F15 の後継機として、21世紀初頭から運用されているステルス機、おっしゃる通り、最新鋭機です。キットの内訳です。主翼と機体本体が一体だな。箱を開いた第一印象は、結構大味だなでした。その他、細かなパーツとデカールです。一応、新しいキットだから、デカールは健全そうだ。はい、なので苦労なく作れると大変嬉しいです。本体組み立て前に仕込みが必要なパーツ類です。コックピットとか兵器庫、ギアの格納庫なんかだな。コックピット内部は、セミグロスブラックで塗装します。キットによって色指定に揺れがあって、よくわからなかったんだよな。色々迷った挙句の選択です。シートの側面部品もブラックで着色し、シートの塗り分けを行ったら、操作パネルをホワイトで仕上げて、コックピットは大体終了です。それほど悩ましいことはないな。エンジン周りもメタリック系の色合いなので、発色に悩まされることはありません。ですが、兵器庫はいけません。ホワイト FS1787 を、米軍機を作るとき、いつも苦しめてくるやつだ。機体仮面を全部塗るより楽ですが、こう、デコボコしていると、それはそれで気を使います。いっそ塗りやすいくらい緑や茶で塗ったらどうだ。そういう色物買いがあってもいいですが、いつもそれでやっていたら、怒られるでしょう。塗装の後は、墨入れです。せっかく純白に塗装したのに、黒く汚すなんて罪悪感を感じる工程だ。清らかすぎる水には魚も住まないので、兵器庫も汚すまでです。うまい例えを言ったつもりになってるのかな。さて、デカールは、正真正銘、新品なのですが、念のため、品質をチェックしておきたいと思います。後から劣化に気がついても手遅れだからな。水に浸しても崩壊したりしませんね。プラ板への貼り付けも問題なし。どこに出しても恥ずかしくないデカールだ。それでは、計器板のデカールを貼り付けます。素直に綺麗に貼り付く、良いデカールだ。ひとまず、仕込みが終わりました。無事、投げ出したくなるトラブルもなく出来上がったな。さて、組み立て工程に進むとしましょう。コックピットと機種の部品は、干渉もなく、きちんと収まります。ただ、内部のパーツは、そのままだと、耐久度に問題がありそうでしたので、プラ板で補強しました。組み立てた後にポロッと言ったら、どうしようもないからな。そういった事故が起こらないことを祈って、そっと蓋を閉じましょう。機体後部のところは、反りが合わないので、しばらく挟み込んでおきましょう。こういうところは、至れりっぽいな。エアインテークなんですが、どうにも形状が合わないです。至れりっぽいな。削ったり、プラ板で補強したりと、なかなか苦労させられます。機種と後部のパーツの間もかなり隙間があって、埋めた後に筋彫りが必要でしたし、尾翼と本体の間もまあまあ隙間が大きいです。色々堪能できたみたいで何よりだ。時間を忘れられますね。本体の組み立てが完了しましたので、塗装に着手します。こいつは、グレー FS16440 とスーパーステンレスの混色だな。プラの色と非常に似ています。そして、迷彩のもう一色の方は、グレー FS36231 とスーパーアイアンの混色です。こっちは、だいぶ濃いグレーだな。初回の塗装は、こんな感じです。言うまでもなくムラでしかないな。これからの塗り重ねが肝心です。2回目からは、少し気を使いながら塗装しましょう。前の塗面を溶かして、壊さないようにしないとな。塗料を5倍に希釈している関係上、気を抜くと、すぐに前回の塗面が溶け出します。こらえ性がないからな。塗料の性質ですね。2回目を塗り終えましたが、前回より、色がはっきりしてきたのがわかります。この調子で、ムラのない状態に持っていくのがゴールだな。何回か飛ばして、5回目の塗装です。ここまで来ると、ムラがありつつも、それぞれの色の存在感が増すな。それでも、まだまだ完成には程遠いように見えます。筆を紙筆に切り替えてからは、1回の塗装で乗る塗料が減って、塗装回数が増えてしまったから仕方ない。そうは言いつつも、結果を見ると、
それなりに着色してきましたね。ただ、何回目で終わるか見えないのが、やっていて辛いところなんだよな。8回目の塗装です。光の当たり具合によって、まだまだムラっぽいものが見て取れます。迷彩柄は、筆の動かし方が複雑になる分、刷毛ムラが出やすくなりがちだから困るな。8回目の結果です。5回目に比べて、また格段に発色しているように感じるな。この大きさの機体がきちんと塗れるなら、紙筆産毛の実力は本物です。12回目の塗装に突入しました。仕事に行く前に塗って、帰ってきてもう一度の繰り返しだ。だいたい、1週間でここまで来れるって感じだな。疲れたり、他に用事がなければ、そうですね。さて、暗い方のグレーは、これで完成と見て良いと思います。暗い色の方が基本、早く仕上がるな。続けて、薄い方をもう少し塗り進めます。これが、14回目の塗装。そろそろフィニッシュさせたいところです。まあ、全体を塗るというより、ムラが目立つところを抑える形に移行しているから、目処は立っている状態だな。そして、その結果です。途中失敗することもなく、きちんと塗ることができた。やはり塗面破壊を起こしづらい紙筆の性能によるところは大きいです。ただ、まだ機体上面の塗装が終わっただけだ。続けて、機体仮面です。仮面は、全面薄いグレーで塗装するだけだ。上面よりは手間がかからないと見て間違いないですね。ただ、言うまでもないですが、塗り重ねは必要です。上面と同じくらい必要だろうな。ということで、5回目の塗装です。特段気になる点はないが、兵器庫の部分は、はみ出す恐れがあったから、マスキングをしておいたくらいか。1回、勢い余って、実際はみ出しましたからね。5回目では、まだムラが目立ちます。まあ、当たり前だな。やはり、予想通り、柄がない分、進みは早いです。これで、10回目の塗装です。かなり終盤だ。おそらく、この回でフィニッシュできると思います。どうでしょうか、ほぼ問題ない仕上がりに感じます。若干、筆の通った跡が曇ったように見えるが、許容範囲のレベルかな。続けて、主翼の前縁など、直線で塗り分ける部分をマスキングし、さらに塗装を続けます。マスキングテープ側に向かって筆を動かすと、テープに筆の毛が引っかかって、塗料が溜まり、後々、バリになってしまうので注意が必要です。これも、100% 防ぐのは無理だが、なるべく気をつけていきたい部分だな。そして、マスキングに浸透して、はみ出してしまった部分を修正します。一度、ヤスリなどで鳴らした方が綺麗に修正できるかもな。加えて、さらなるマスキング。ここらは、デカールを貼り付ければ良い部分だろう。先ほど塗装した翼の前縁や機種の色合いと、デカールの色合いが、若干違うので、塗装でなんとかする方向に切り替えました。さて、もちろん、塗装で対応しなかったデカールがありますので、そちらを対応していきましょう。クリア塗装は、補強というより、艶の感じを合わせるのが目的だな。テカテカしすぎているのを抑えます。それでは、まずは、国籍マークからいってみましょう。いつも最初は国籍マークだな。なんとなく、国籍マークから始めると落ち着きます。大きすぎず、小さすぎず、形もまとまってるからな。最初は失敗するリスクが高いと考えると、目立たないやつから始めた方が良さそうではあるが、そこは、気合でなんとかなるんです。今切り取ってる小さなデカールの方が、失敗した時のショックは少ないのは明白だ。そうかもしれませんが、どうしても、地味なやつより、派手なものに目を奪われるんですよね。話は変わって、塗装で対応したデカールに、さらに塗り分けがあるパターンは、そこだけ切り抜いて貼り付けます。貼り付ける位置が重要だな。少しでもずれると違和感の塊になってしまいますからね。続いて墨入れを進めます。何回も塗り重ねていたり、もともと彫りが浅いのもあって、今回は苦戦しそうだな。全く塗料が走りませんね。これは、想定以上に汚れてしまいそうだ。今から心配しても仕方がないので、とにかく余分な部分を拭き取っていきましょう。さて、本体の方の処置は終わりましたので、その他の部品の塗装を行います。
部品の数は、並程度かな。ジェット機として標準的なボリュームと思います。ギアなどは、またしてもホワイトです。部品が小さいから大きなインパクトではないな。兵器庫の扉は、比較的大きいですし、数があります。ここは、熊野筆の出番だな。塗装回数を比較的抑えられますからね。翼下に取り付けるパイロンは、機体色で塗装します。ステルス機なのにパイロンをつけるのか。付属しているパーツは、なるべく使ってあげたいので、パイロンに取り付ける GBU31 をオリーブドラブで、誘導装置キットは、グレーで塗り分けます。本体や兵器庫の塗装に比べたら、癒しだな。ミサイルも多少の塗り分けが必要です。マスキングなしでもいけるかもしれんがな。頭部のホワイトは、塗り重ねがかなり必要なので、した方が安全ですね。なぜか、アムラームのデカールが、2発分しかなかったので、塗装にてなんとかします。なんで足りなかったんだろうか。間違って捨てたりはしてないつもりですけどね。最後は、タイヤの塗装です。ホイールとタイヤの境界に墨を入れておいて、タイヤブラックを塗装します。墨の領域があるとはいえ、はみ出さないよう注意だな。無事、部品の塗装が完了しました。ホワイト塗装、塗り分け、デカールと、数もさることながら、手数がかかったな。それでは、早速取り付けて参りましょう。まずは、ギアから取り付けましょう。2つの支柱で固定されるから、しっかりしている。取り付け角度も迷わず済みますね。そして、兵器庫にミサイルを搭載しましょう。左右に3本ずつだ。そして、兵器庫の扉を取り付けます。3枚に分かれているから、思いのほか精密な作業だ。続けて、ギアカバーと、パイロン、および GBU31 を取り付ければ、機体仮面は完成です。最後にキャノピーを取り付ければ、F22 ラプターの完成です。F22 第5世代ジェット戦闘機ラプター完成です。ステルス戦闘機なだけあって、フォルムに特徴があるな。前に作成した F35 ライトニングにちょっと似たところがありますね。キットも新しいので、比較的簡単に組み上げられるかと思いましたが、難易度が高い部分がいくつかありました。継ぎ足したり、埋めたり、削ったり、掘ったりしたもんな。機体下部は、このような感じ。ここらの組み立ては難易度は普通だったな。兵器庫でちょっとだけ手間取りましたけどね。土壇場までデカールを貼るか、塗装するか迷う部分がありましたが、なんとかうまくできてよかったです。マスキングするにしても、モールドが補助してくれたからな。今回は、前回のスカイホークからかなり時代を下り、新鋭機を選択してみましたが、いかがでしたでしょうか。たまには、そういうのもいいよな。至れりも久しぶりだったし。次回作成するものは、まだ決めておりませんが、プライベートの都合で、小さめのキットにしたいと思ってます。環境がかなり変わるからな。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。これからも鋭意作成していきたいと思いますので、また、次回、よろしくお願いいたします。